皆さんこんにちは、しおねるです。私は今大間々駅にいます。今朝8時半ですね。今日は渡良瀬渓谷鉄道のトロッコ渡良瀬号に乗って鉄旅と桜を満喫していきたいと思います。イエーイ。渡良瀬渓谷鉄道は群馬県桐生駅から栃木県の間藤駅の間を約1時間20分渡良瀬川を縫うように走ります。ボルドーとクリーム色の配色でクラシックな雰囲気の車体です。車両一つ一つに名前がついているみたいなんですが、こちらはなんで今朝丸というんでしょうか。列車それぞれに動物がいてとっても可愛いです。渡良瀬渓谷鉄道には普通列車とトロッコ列車の2種類が運行しています。普通列車は観光以外に地域の人々の足として利用されていて、すべての駅に停車しますが、トロッコ列車は決められた運行日に1から3往復ほどしています。そしてトロッコの中にも2種類あります。今回私が乗るのはトロッコ渡良瀬渓谷号です。ちょっとバッファローとかカバっぽいなと思いました。オープンタイプの車両に乗るのは初めてでとってもワクワクします。トロッコ列車に乗るには乗車券とは別でトロッコ整理券520円が必要です。私は事前に予約していたローチケの引き換えを忘れてしまい、チケットが無効となってしまったため、満席ではないことを願って当日大間々駅で購入することにしました。はい、ということでね、結構一か八かで来たんですけど、じゃん、トロッコ整理券無事に購入できました。いや、よかった。昨日ね、引き換えを忘れちゃった自分が悪いんですけど、無事に購入できてよかったです。チケットが動物になっててかわいい。無事に指定席を取れたところで、少し時間があるので大間々駅をプラプラしたいと思います。大間々駅はトロッコ渡良瀬渓谷号の始発終着駅で、渡良瀬渓谷鉄道の車両基地があります。駅前には引退した開業当時の車両が保存展示されています。こちらはバスを改良した車両のためバスっぽさが残っているそうです。車体は赤金色というね、銅が少し錆びてきたような色だそうです。こんなに近くで見られるんだ。うわ、クマ、カメ、ウサギ、リス、馬、リス、ワシ。大間々は醸造文化が盛んな地で、こちらは100年以上前から実際に使用されていた醤油桶を使って作られているそうです。今日はせっかくなので撮り鉄スポットに行ってみたいと思います。大間々駅から徒歩20分ほど、到着すると 2,3 人いたのですが、撮り鉄さんに聞くと今日はとても空いていてラッキーだとのことでした。初めての撮り鉄体験はお世辞にもうまいと言える写真は撮れなかったんですが、結構楽しむことができたので、またこういうスポットにも足を運んでみたいなと思います。
細いホームを歩いて0番線から乗車。木製の椅子と机が並べられ、とっても開放感のある空間。両端の車両は国鉄時代の雰囲気が残る窓ありの自由席車両です。座ってみるとタイムスリップしたかのような感覚です。指定席と自由席を自由に行き来して楽しむことができるのもいいですね。名物のお弁当は前日までの予約が必要ですが、トロッコ渡良瀬渓谷3号では当日車内販売も行われるので、私もゲットすることができました。車内には自動販売機が設置されています。こちらのトロッコ弁当は地元のキノコを使ったお弁当だそうです。ちょっとね、お腹が空きすぎて出発まで我慢ができなかったので、早速食べようと思ったら出発しました。出発の時間を勘違いしていたみたいです。出発すると保育園の散歩中の子どもたちがトロッコに向かってすごく嬉しそうに手を振ってくれました。桜並木を通るときは撮影するために少し減速してくれます。吹き込む風だけではなく、音や香りもダイレクトに感じられて、冒険心をくすぐる旅を満喫することができます。水沼駅では温泉センターが併設されています。今はね、休業中でした。トロッコ列車に乗って風を全身に受けながら雄大な景色を見て食べるお弁当は、どこのお花見よりも贅沢な体験だと思います。花輪駅では童謡の父石原和三郎の出生の地であることから、彼が作詞した童謡うさぎと亀の曲が流され、石像も設置されていました。合土駅では廃車となった東武鉄道の特急車デラックスロマンスカーを利用した列車のレストランがあります。下車しない人でもレストランの人がホーム越しに販売に来てくれるので、面白い光景だなと思いました。合土駅を出ると列車は草木トンネルに入ります。こちらは最も長いトンネルのため、真っ暗なトンネルでも楽しめるように、このようにイルミネーションが点灯されます。天の川のようなイルミネーションがとっても綺麗だったのですが、あまりの寒さに耐えられず、結構な人数の方が自由席車両に避難されていました。私もそのうちの一人です。さっきまで右側に見えていた渡良瀬川が総理駅からは左側に見えるようになります。
で行われておりました。円形のプールはジックナーと呼ばれる心霊棟でございます。山の斜面に鉄塔がございます。こちらは少し鉄柵塔と申します。これは鉄工場から空気や排斥を運搬するために用いられた輸送用のロープウェイです。トロッコ列車の旅もあっという間に終わりを迎え、通洞駅で下車します。足尾という名前で勘違いしてしまいそうですが、足尾銅山の最寄り駅はこちらの通洞駅となっています。これからね、足尾銅山の観光に行こうかなと思います。足尾銅山って行ったことないかも。おー、鉄。一瞬で行っちゃった。なんと当時は宇都宮に次ぐ大都市が足尾だったそうです。ここでは銅山の発展に欠かせなかった運搬用のトロッコ列車に乗車することが可能です。本当にリアルすぎてパッと振り返った時に結構怖かったですね。足尾銅山観光を楽しんで、今度は普通列車に乗って大間々駅に戻りながら途中駅でも下車していこうと思います。お持ちでないお客様は整理券をお取りください。本当は花輪駅で降りる予定だったんですけど、まさかの全面展望に夢中になりすぎてて降りるのを忘れてしまいました。気を取り直して高津戸峡へやってきました。こちらは四季折々の美しい景色を楽しめる人気スポットだそうです。じゃーん、間違えた。高津戸峡に到着しました。真っ赤で印象的です。後ろにここに流れているのが渡良瀬川。突然なんですが、渡良瀬川といえば私は渡良瀬橋という曲が好きでして、渡良瀬橋で見る夕日をあなたはとても好きだったわっていうやつですね。さあ、それではあっという間に渡良瀬渓谷鉄道の旅が終わり、東京へと戻りたいと思います。おタバコはご遠慮願います。はい、ということで私は初めてのローカル線の旅だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。やっぱりね、トロッコ列車の体験が想像以上に良くて、一番人気だと言われている紅葉の季節でもまた乗車してみたいなと思いました。はい、ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。